んにちは、みくらです。10日間で城下町を作るチャレンジ。3日目始めていきますね。1日目は商店街エリアを作り、2日目はお寺のある島を作りました。3日目である今回は、こちらの場所に武家屋敷を作りますね。前回から道をちょこっと修正。1日建築縛りがあるので、建物を変更しないようにはしているのですが、道が雪で隠れるのが気になったので、雪が積もらないハーフブロックに変更しました。今回建築する武家屋敷のエリアも整地して、同じ要領で道を作っておきました。今回はこちらに建築していきますね。早速武家屋敷を作ります。今までたくさんの和風建築をしてきたのですが、武家屋敷は初めて作ります。お屋敷に何があるかすらよくわからないまま作りたくなかったので、今回参考にしたのが真田邸と会津武家屋敷です。あそこまでの大きな武家屋敷だと、1日では作りきれないので、ちょこっと参考にしつつ、中流くらいの武家屋敷が複数ある感じに作ってみようと思います。今作っているのは玄関です。武家屋敷の玄関らしく、大きめに作っています。柱は頭皮の原木、壁は雪ブロック、窓はマングローブのフェンスを使い、和風建築らしいお屋敷にしますね。ちなみに上の白樺の逆さ階段は、たるきです。焚き火の火を消して作ることが多いのですが、大きめの建物にしたいので、存在感のある階段ブロックを使用しています。屋根は石形にしよう。玄関の隣は縁側を作っておきますね。ちょこっとだけ外に出られるスペースです。頭皮のフェンスとトラップドアを組み合わせて作ります。小上がりを作って上り下りできるようにしておきます。石レンガ、安山岩、磨かれた安山岩のハーフブロックや階段を組み合わせて、石製の屋根を作っています。4種類の石を組み合わせて、綺麗すぎない、年季が入っている感じにしています。1日目に作った商店街エリア、2日目に作ったお寺はそれぞれ、深層岩やブラックストーンなどの黒めの屋根にしたので、区別をつけるためにも灰色系の石でまとめてみました。屋根裏の壁も通常の壁と同様に、雪ブロックとマングローブのフェンスを使用しますね。ちなみにこの建物の製作時間は1時間半くらい。作ったのは外装のみなのですが、装飾にこだわりすぎて時間がかかってしまいました。今回の10日間で城下町を作るチャレンジでは、一貫して道や屋根のデザインをランダム模様に作ることにこだわっているのですが、その分制作時間も長くなるので、本当の縛りプレイで面白いです。10日間過ぎた頃には制作時間が早くなっているといいなぁ。とお話ししている間に一つ目の建物が完成しました。とはいえ武家屋敷はそれぞれ廊下で繋がっているので、まだ玄関の建物が完成しただけの状態です。内装もなく柱を入り組ませているだけなのですが、あくまで1日で作りきる縛りなので、先に外装だけでもサクサク作ってしまいますね。後ろにもう一軒建てておきました。内装を作っていないのでわかりにくいですが、先ほどの建物は玄関用の建物で客間があるイメージ。こちらの建物は武家屋敷に住んでいる人用の建物で、台所などが併設されているイメージで作りました。今は建物同士をつなげる渡り廊下を作っています。同じ石素材を使用しているのですが、区別をつけるために渡り廊下の屋根は高さを下げて作っているのがこだわりです。こんな感じに屋根を作ってみました。玄関の建物とは形を変えていますが、壁も屋根も同じ素材を使用して、一つの建物っぽくしています。ちなみに後から蔵などにつなげたい場所は、窓を作らず通路にしています。大名家や貴族の家の屋敷だと、さらに3倍くらいの建物が必要なのですが、
今回は中流の武家屋敷をイメージしているので、住まいはこれで完成にしますね。蔵を作りました。内装は内装です。それぞれ食料庫、武器庫、貴重な書物がある蔵をイメージして、このサイズで作ってみました。ここに井戸も作ります。この地域の井戸は凍ってしまいそうなので、屋根をつけたデザインのものを作りますね。きっと地熱や不思議パワーで凍らないようになっているはず。そのうち温泉街でも作ろうかな。門を作ります。お屋敷の門はいろんな種類があるのですが、今回は大きな門のサイドに、勝手口サイズの小さな出入り口があるタイプにしてみます。現在は後ろの建物と区別をつけるために変えておきたいので、柱は樹皮を剥いだ頭皮を、壁に崩壊石と頭皮のトラップドアを使用します。トラップドアは大名が通る出入り口なのですが、マイクラの使用上通ることができません。実際には、サイドに作る小さなドアから出入りすることになりそうです。とお話ししている間に屋根と土台を作りました。新双眼系ブロックを組み合わせて屋根にしています。これで門番さんも雨に濡れなくて、一安心。大きな門のサイドに小さな扉をつけました。頭皮のドアなので同系色でいい感じ。真ん中の門は大名や武士が通りますが、頭皮のドアからは武家屋敷に勤める奉公人の方が出入りします。屋根を組み合わせるだけなので倍速。裏門も作っておきます。お屋敷裏に川があるので、裏口からそちらに出られるようにしておきますね。川は凍ってしまっていますが、夏は小舟で食料品を運んでいるという設定。門と同じ素材で塀を作って、武家屋敷をぐるりと囲みました。これから屋根をさらに盛り上げて、ランタンや葉っぱブロックで装飾をしていきますね。新双眼系ブロックをバラバラに組み合わせている都合上、こういった装飾は一つ一つ手置きなので、どうしても建築時間がかかってしまいます。離れも作っておきました。蔵の前のスペースが余っていたので、2階建ての馬小屋を作っています。1階はお馬さんがいるスペース。2階はお馬さんの食料や、バグが収納されているスペースを、イメージして作りました。クモールさ。この下に洞窟があるんですよね。後で倒しておきます。この規模の武家屋敷であれば、馬の頭数はとりあえず3匹くらいでいいかなと、思っているところ。この敷地の広さがあれば後で、増設もできるので、気にせず作っちゃいます。どうしても場所を、取るんですよね。後で牧場や農場を、作って、馬専門の牧場を作ってみてもいいかもしれないな。外装のみではありますが、これで武家屋敷の完成です。門番さんにも立っててもらおう。左右対称にもう一つ武家屋敷を作りました。3日目は武家屋敷を作りましたがいかがでしたでしょうか。
内装まで作れませんでしたがそれっぽくなって、満足。次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。